はい、皆さんこんにちは。こちらの VZ シャーシ、前回はフロント周りを BMAX レギ用に合わせて作ったのをご紹介しました。今回はリア周りですね。作ったのはこんな感じで、ブレーキステーにレーザーパーツを使ってみました。こちらも分解してご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで分解が終わりました。まずはじめに、引っかかり防止ステー、こちらをご紹介していきたいと思います。使ったのはスーパー X 用の FRP プレート。もう引っかかり防止の定番のパーツですね。こちらをこんな感じで取り付けているんですが、高さ調整のためにシャーシの下側に 3mm のスペーサーを入れて、長めのビスで固定してあります。ここの高さ調整に使ったスペーサーはローラーの来る位置に合わせて調整していただければなと思います。今回僕が作ったリア周りは 3mm のスペーサーでちょうどいい感じになりました。レーザーパーツのこのブレーキステーを使ってみたかったので、リアステーは純正のこのプラスチックのものを搭載してあります。理由はこのブレーキステー微妙にね、この部分突起していて、ポン付けではね、ちょっと取り付けの方が厳しい。スペーサーかなんかかませれば大丈夫なんですが、収まりがいい純正パーツを使って取り付けてみました。これの取り付け方法はもう説明書通り、この間に入れるパーツ、これを取り付けて、ブレーキステーを取り付けていく感じです。ここもちょっと長めの普通のビスを使って固定していきます。こんな感じで少しビスが出ているところにローラーステーを取り付けていきます。ローラーステーに使ったのはフロント側同様 VZ シャーシ用の FRP プレート。これを先ほどレーザーパーツブレーキステーを取り付けた時、長めにしたビス、ここ出ている部分ですね。ここにこんな感じで取り付けて、引っかかり防止プレートを取り付けた際の長めに出していたビス、この部分と連結してロックナットで固定していきます。ただこの状態だと結構ブレーキステーが下の方にあってバンクスルーの方ができないんですよ。こんな感じでがっつり当たってしまうので、高さ調整のために 3mm のスペーサーをこの連結部分に入れて取り付けると、しっかりバンクスルーの方ができる高さになります。こんな感じですね。このレーザーパーツ用のブレーキステー、形状が真ん中が少しへこんでいるので、この高さで 2mm のブレーキを貼ってもギリギリバンクスルーできる高さになっています。 3mm だとね、がっつり当たってしまいますし、 1mm だとほぼね、ブレーキの効果はないのかなと思います。ブレーキの高さはタイヤ径によって多少変わってきますので、今回使ったこのテーパータイプのタイヤ径の方が 26mm ぐらいなんで、 26mm のタイヤだったらこのセッティングで大丈夫かなと思います。台形タイヤだったらもうちょいブレーキステーを下げて、これよりもちっちゃい小径タイヤだったらもっとね、上げないと厳しくなってくると思うので、その辺は使うタイヤに合わせていただければなと思います。今回リア側に使ったマスダンパーはこのボールリンクマスダンパーを使いました。これを先ほどご紹介した VZ シャーシ用の FRP プレート、この部分に連結の丸くなったビスを取り付けてつけているんですけれども、これがね、この VZ シャーシ用のローラーステー、これじゃないと取り付けがうまくできなかったので、ローラーステーにこのプレートを使った理由の一つになります。それがプラスチックのローラーステーに取り付けるとこの位置なんですよ。ビス、この部分にナットが来て、これよりも外側の位置になるとこのプラスチックのローラーステーに当たってしまうんですよね。このね、絶妙なところに穴が開いているプレートが
これしかなかったんですよ。ただこのビスも通常の長さで取り付けるとネジ部がこっちに当たってしまうので、不要な長さはカットして取り付けてあります。取り付けるとこんな感じで、このレーザーパーツのブレーキステーのちょっとねピロってね上がっているところに当たるようになっています。横から見るとこんな感じですね。ただこの状態で実際に走らせると、このね中側にねマスダンパーがねグッてね入ってしまうことがあったので、内側に 3mm のブレーキを貼って、ボールリンクマスダンパーのスクエアのマスダンパーがここの壁から内側に入りにくくしてみました。これでね走らせたらここにね入るっていうことがなくなったので、多分問題ないかなと思います。ローラーは 17mm のプラリングを今回使いました。コースレイアウトによっては 17mm のオールアルミに変えたりと、17mm ローラーって結構種類が多くて使い勝手がね僕いいと思ったんですよ。あと理由として今回レーザーパーツのブレーキステーを取り付けるために、このプラスチックのシャーシにもともとついているローラーステーですね。これがね 13mm ローラーだとこのスペーサーが当たってしまうんですよね。かといって 19mm ローラーだと結構後ろの方になってしまいますし、11mm、9mm ローラーだとローラーの種類が少ない。そんなことをね考えていると 17mm がねベストなんじゃないかと思って今回 17mm にしました。まだローラーの方は脱脂とか内圧抜きとかしていないので全然回らないんですけれども、とりあえずポン付け状態で取り付けてあります。今回はこちらの VZ シャーシのリア周りをご紹介させていただきました。どうしても使ってみたかったこのレーザーパーツのブレーキステー、これを取り付けるために色々悩みましたね。微調整がね大変だったっていうのと、このブレーキステー置きマスダンがね置けないんですよね。なのでボールリンクマスダンパーに変えたり、いろいろ試行錯誤の方をしてみたんですけれども、ポイントはねフロント同様抑えられてしっかりできたと思います。引っかかり防止にスーパー X 用のプレートを使ってビスもコースのフェンスに引っかからなくなっていますし、ブレーキもしっかりバンクスルーができる高さになっています。なんとかリア側にマスダンパーも搭載できましたし、17mm のローラーを使うことによってオールアルミ、プラリン、あとねテーパーのオールアルミとかもありますので、ローラーの選択肢も多くなっています。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。こういった純正のシャーシに付属していたプラスチックのローラーステー、これが間に入ってくるとすごいマシンのまとまりって良くなりますよね。フロント側もちらっとね見えるパステルブルー、リア側もちらっと見えるパステルブルー、これがねポイントになってすごいねまとまりがいい感じがするんですよね。なかなかね使いどころがないじゃないですか、このローラーステーたち。僕もね結構ね家に余っていていつか使うかなって思って取っているんですが、ほぼね出番はなかったので、こんな感じでね使ってみるのありですよね。次回はこちらのマシンの走行動画になります。これがね思ったより早かったんですよ。正直ねそこまでねまだ早くないんじゃないのかなって思っていたんですが、ある意味いい感じで期待を裏切られました。ぜひ次回の動画も見ていただけたらなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。